9日間の女王事件。1553年、15歳で亡くなったエドワード6世の遺言により、16歳の少女、ジェーン・グレイが突如女王として宣言される。しかし、わずか9日で廃位され、処刑台に命を散らすことになった。エドワードは、諸子である姉、メアリーとエリザベスを継承から外し、いとこでプロテスタントのジェーンを後継者に指名していた。彼の王位継承順位変更構想は、王室弁護団により、王の勅許状として法的な体裁を整えられ、枢密院とロンドンの有力者100名以上の賛同を得て成立。勅許状の成立を待っていたかのように、7月6日、エドワードはこの世を去った。7月10日、エドワードの意思を守るため、ノーザンバーランド公ジョン・ダドリー率いる枢密院がジェーンを女王として宣言。何も知らないジェーンは突如女王として祭り上げられ、ロンドン島で戴冠式を待つことに。一方、本来王位継承者であったはずのメアリー・チューダーは、自身の正当性と母キャサリンの名誉をかけ、一世一代の勝負に出る。イングランド国王ヘンリー8世とスペイン王女キャサリン・オブ・アラゴンの娘として生を受けたメアリー。幼い頃は父ヘンリーから私の真珠と呼んで大変可愛がられ、事実上のプリンセス・オブ・ウェールズとして次期王位継承者と見られていました。ところが王党の安定のため、何としても男子の世継ぎが欲しいヘンリーはキャサリンとの結婚無効を画策。1533年、教皇からの結婚無効承認獲得を諦めたヘンリーは、強引にローマ教会から離脱し、一方的に結婚無効を宣言してしまいます。こうして、メアリーは王女の称号を剥奪され、諸子の身分に落とされることとなったのです。その後は、ヘンリーと再婚相手、アン・ブーリンとの間に生まれた娘、エリザベスの次女として扱われるなど、不遇の少女時代を余儀なくされます。アン・ブーリンが失脚すると、3人目の王妃、ジェーン・シーモアの取りなしで、父と和解。しかし、その条件として、母、キャサリンの結婚無効と、自身が諸子であることを認める、服従証書にサインさせられたのでした。ヘンリーとジェーン・シーモアの間には待望の王子エドワードが誕生。メアリーはエドワードの洗礼式でゴッドマザーを務めたとされています。ヘンリーは生前メアリーの王位継承権を復活させました。こうしてヘンリー亡き後の王位継承順位はエドワード、メアリー、妹エリザベスと取り決められたのです。しかし、彼女の身分が回復されることはなく、依然として諸子のままでした。1547年、父が亡くなると、弟エドワードがわずか9歳で王位に。ところが、エドワードは急進的なプロテスタントとして成長し、カトリックを心から信仰するメアリーとたびたび衝突するようになりました。エドワード政権下での度重なる改宗圧力に命の危険を感じたメアリーは、1550年、国外逃亡を画策したとされています。しかし、いつかイングランドの女王となり、母の名誉を回復し、カトリック信仰を取り戻すため、メアリーは国内へとどまることを決めたのです。1553年7月6日、エドワード6世、崩御。その死は2日間秘密にされたといいます。通説では、ジェーンの即位をスムーズに進めたいノーザンバーランド公、ジョン・ダドリーがメアリーの身柄を確保するため、王の死を伏せ、見舞いに呼び出したとされます。しかし、道中、弟の死を知ったメアリーは、
サフォーク州フラムリンガム城へ逃れたとされてきました。ところが、実際のメアリーは、エドワード崩御前の7月4日には、それまで滞在していたハンズドンを後にし、ノーフォーク州ケニングホールへ向かったことが分かっています。ジョン率いる枢密院がメアリーの身柄を確保しようとしたことは事実で、実際にエドワードの死の翌日には、ジョンの息子ロバートが300人ほどの手勢でハンズドンへ向かいました。しかし、メアリーはすでにケニングホールに向け出発した後だったのです。そして、このことが、ジョンのその後の運命を決定づけることになります。メアリーは、宮廷に独自の情報網を持っていたようで、エドワードの病状について詳細に把握していたと考えられています。7月9日、メアリーはケニングホールに集まった者たちに向け、力強く宣言しました。私の弟は、この世から旅立ってしまいました。神と世俗の法にのっとり、イングランドの王冠を正当に継承することを宣言します。そして各地に援助を求める手紙を発送しただけでなく、地元の有力者たちを送り、地主層のみならず一般市民たちまでも直接説得に当たらせたのです。こうした説得の効果は絶大で、続々とメアリーを支持する者たちが集まることになります。7月10日、トマス・ハンゲートがメアリーからの書簡を携え、枢密院へやってきます。あなた方が、父、ヘンリー8世が私のために取り決めた王位継承順位を覆そうとしていること、そして多くの軍勢を集め、軍備を整えていることは承知しています。その目的は、神も、そしてあなた方をよくご存知でしょう。しかし、そうした動きが災いをもたらすものであることは、誰の目にも明らかです。メアリーがエドワードの王位継承順位変更構想をいつ頃から認知していたのかははっきりとしないものの、7月4日にハンズドンを出た時点ではすでに把握していた可能性が高いでしょう。枢密院はメアリーを女王とは認めず、ハンゲイトを捕らえ、ロンドン島に収監してしまいました。ヘンリー8世が取り決めた1543年の第三継承法にのっとれば、エドワード崩御後の王位継承者は姉のメアリーでした。ところが、エドワード6世は、諸子であるメアリーを継承から外し、いとこのジェーン・グレーへの継承に踏み切りました。しかし、この継承順位変更が、実際には多くの問題をはらんでいることは、ジョンを含めた枢密院メンバーにも分かっていたはずです。そして、彼らが何を置いても、まずしなければならなかったのは、メアリーの身柄確保のはずでした。にもかかわらず、彼らの動きは完全に後手に回ることになりました。メアリー確保に向け、ロバート・ダドリーが派遣されたのは、エドワードの死の翌日であり、それも結局、無駄足に終わります。ようやく、7月10日になって、王の勅許状が公表され、ジェーンの女王宣言がなされましたが、その頃には、メアリーはすでに各地に書簡を送り、援軍を要請していました。彼らの動きがなぜこれほど後手に回ったのか、その理由ははっきりとはしないものの、少なくとも本気でメアリーが脅威になるとは考えていなかったのかもしれません。ジョン・ダドリーや枢密院議員たちにとって、メアリーは常に父親ヘンリー8世に付き従い、すぐに国外逃亡を企てるような気弱なプリンセスだったのでしょう。しかし、彼らは知らなかったのです。諸子と言われ、赤ん坊の妹の次女扱いとされ、散々プロテスタントへの改宗を迫られ続けても、決して折れることのなかった誇り高き王女。メアリー・チューダーは、今、立ち上がったのです。自身の名誉と、そして母の名誉のため、信仰のため。彼女は命を懸ける覚悟を決めたのです。
メアリーの手紙を受け取ったことで、枢密院にも少なからず動揺が広がりました。そしてまたしてもジョン・ダドリーは頭を抱えることになります。メアリーがケニングホールを拠点に援軍を集めているとなれば、当然反乱として鎮圧しなければならないでしょう。しかし一体誰が鎮圧軍を指揮するべきなのか。通説ではサフォーク公ヘンリー・グレイが抜擢されたものの、父親と離れることに不安を感じたジェーンが泣いて引き止めたと言われます。しかし実際には泣いて引き止めたのはジェーンではなく、彼女の母フランセスであったとも言われます。どちらにしてもサフォーク公自身乗り気ではなかったようです。この時代、軍の指揮官は高位貴族であることが求められました。他に候補になりそうなのはノーザンプトン公爵でしたが、彼は1549年のケットの反乱鎮圧時に大失態を演じています。こうしてジョンは結局自分が指揮官として出陣するしかないと思い至るのです。しかし彼がロンドンを離れれば、後のことは枢密院に任せるしかありません。ジョンとしてもこれが危ない賭けであることは分かっていたようです。もしあなた方諸侯が悪意や陰謀によって我々を裏切ろうとすれば、我々とて自分の身を守る術は心得ているつもりです。我々を裏切り、自分たちだけが助かることなどできないとお心得いただきたい。そしてあなた方が自ら進んで高潔なジェーン女王陛下に誓った忠誠を裏切ることなど、神はお許しになりますまい。まして彼女は自ら望んで王位に就いたのではなく、あなた方と我々が説得し、半ば強引に王位を受け入れていただいたことをお忘れなきよう。こうしてジョンは7月12日頃には軍勢を整え、反乱鎮圧のために出発していきました。そしてちょうど同じ頃、メアリーはより防備の固いサフォーク州フラムリンガム城へ拠点を移します。この頃にはノーフォーク州、サフォーク州、エセックス州を中心にかなりの数の援軍が集まっていたと言われています。しかしこの時点ではメアリーのもとに集まったのは領主層や農民たちが多く、高位貴族の支持はまだなかったようです。一方、ジョンの軍勢はかつてのサマセット公の盟友で勇敢さで知られたウィリアム・ロード・グレー、スコットランド国境戦で活躍したウェストモアランド伯など最強の夫人でした。ジョン自身、当時のイングランド国内では右に出る者のいない経験豊富な軍人です。こうしたことから、どうやらジョンは実際にメアリーの軍勢との戦闘が発生するとは考えておらず、むしろ彼女の海外逃亡を警戒していたようです。実際、サフォーク州沖には6隻の軍艦が配備され、ジョンの軍勢はケンブリッジやベリーセント・エドマンズなどを経由し、本来40キロほどの道のりを150キロ近くも遠回りして進軍しています。海岸線は軍艦に任せ、内陸を抑える算段だったのでしょうか。しかし7月16日、ケンブリッジへ到着した頃には、ジョンも事態が予想以上に逼迫していることに気づいていたようです。諸君、ことがうまく運ぶよう祈ろう。さもなくば、君らは司教となって炎の冠をいただき、我々は助祭となって首をはねられることになる。そして残念ながらジョンの悪い予感は的中してしまうのです。7月17日頃、サフォーク沖に配備されていた軍艦が寝返り、搭載されていた大砲がフラムリンガムへ。ジョンは先遣隊からこの情報を知らされたと考えられます。通説ではサマセット公の処刑などで人心を失ったジョン・ダドリーの軍勢から次々に兵が離脱し、負けを悟ったジョンが降伏したと言われてきました。しかし実際にはジョンの軍から大量に脱走兵が出たという事実はなく、軍艦が寝返ったとしてもこの時点では
まだ勝機があったのです。息子ロバート・ダドリーの軍勢がノーフォーク州2番目の都市であるキングズ・リーンを味方につけ、各地のメアリー支持者たちを脅して回っていたのです。またアランデル伯とペンブローク伯がウェールズ国境近くにいた軍勢を動かし、西から進軍する手はずになっていました。ジョンがロバートの軍勢と合流し、アランデル伯とペンブローク伯の軍勢が西からやってくれば、メアリーの動きを封じることができるはずだったのです。しかし、2人が軍を動かすことはありませんでした。エドワード6世の誓約書、そして王の勅許状に署名までしておきながら、2人ともメアリーと真っ向から対立することを避け、保身に走ったのです。こうなると、ジョンには撤退する以外に選択肢がありませんでした。それでも、枢密院がジェーン女王を支持している限りは、まだ可能性がありました。しかし、7月19日、枢密院はメアリーを女王と宣言。ジョン・ダドリーが枢密院の裏切りを知ったのは、翌日、7月20日のことであったとされます。ジョン・ダドリーが最後の希望にすがっていた7月18日、メアリーは初めてメアリー女王の名で歴史に残る宣言書を発行しました。神のご意志により、ヘンリー8世の長女であり、亡きエドワード6世の姉であるメアリーが、信仰の守護者として、イングランド、アイルランド、およびフランスの唯一にして正当な女王であることを、ここに宣言します。許されざる逆賊、ノーザンバーランド公ジョンと彼の一味は、女王として担ぎ出された女性との結婚によって、自身の息子を王とすべく、あるいは自身が王となるべく画策し、反逆的意図をもって女王の身柄を拘束し、王国の利益を損害しようとしました。ですから皆さん、女王の身の安全と名誉、そしてこの国の安全のため、未だサフォークにいる女王の軍に持てる力を集結し、女王の成功を神に祈ってください。メアリーの自分こそが正当な王位継承者であるという自信は最後まで揺らぐことはなかったのです。7月20日、メアリーのもとにアランデル伯が訪れ、枢密院が彼女を女王として宣言したことを知らせました。ロンドンではペンブローク伯がチープサイドに立ち、メアリーを女王と宣言。これを聞いた市民たちは皆帽子やお金を空に投げ、大歓声を上げたと言われます。町中の教会の鐘が鳴り、かがり火が焚かれ、お祭り騒ぎは夜中まで続きました。その頃、ロンドン島に夫ギルフォードと共に取り残されたジェーンは、一体どんな思いで人々の歓喜の声を聞いていたのでしょうか。7月23日、アランデル伯がジョン・ダドリーを逮捕。7月24日、メアリーはフラムリンガムを後にし、ロンドンへの道中でニューホールへ立ち寄り、初めての枢密院会議を開催します。この時、ジェーンの母、フランセス・グレイが面会を求めて訪れ、夫の恩赦を願ったとされています。彼女が娘、ジェーンの恩赦を願ったかどうかは、実のところ、はっきりとはしていません。一方、ジョンの妻、ジェーン・ダドリーも、なんとか夫を救おうと、メアリーとの面会を求めましたが、許可されることはありませんでした。諦めきれない彼女は、メアリーの次女たちに取り次ぎを願う手紙を書いています。夫は、この世の女性が望み得る限り、最高の男性なんです。彼女が夫を深く愛していたことが伝わってきます。そして、逮捕されたジョンも、妻と子供たちの身を案じていました。彼が処刑を前にカトリックへの改宗を表明したのも、家族への恩赦を期待してのことと言われます。7月29日、エリザベスが2000人の兵を引き連れ、ロンドンへ入城。
エリザベスはエドワードの死後、枢密院がメアリーを女王と宣言するまでの間、姉に援軍を送ることもなく、完全なだんまりを決め込みました。そしてメアリーの勝利が確定すると、すぐさま祝いの手紙を書いたのですから、本当にしたたかです。8月3日、メアリーは1万の大軍を引き連れ、市民たちの大歓声の中、悠々とロンドンへ凱旋しました。この時の様子をカール5世の特使ルナールは、彼女の眼差し、立ち居振る舞い、表情、すべてこれ以上ないほど完璧であったと記録しています。8月18日、ジョン・ダドリーの裁判が始まり、8月21日には死刑が宣告されました。そして、これまでプロテスタントの急先鋒として政権を率いてきたジョンは、最後の最後でカトリックへと改宗し、ロンドン島内のチャペルでミサに預かったのです。そして、翌8月22日、ジョンは処刑台でその一生を終えることになりました。私は聖なるカトリック教会を信じています。この国に数々の災いがもたらされたのは、カトリック教会からの離脱が原因なのです。善良なる皆さん、主キリスト以来、教会はただ一つです。そして今なお、我々の国を除くキリスト教世界では、教会は一つなのです。これが彼の本心だったのか、家族を守るためだったのか、それを知る術はありません。しかし、彼の改宗が功を奏したのかは、はっきりとしないものの、ギルフォードを除き、彼の子供たちが処刑されることはなく、息子の一人、ロバート・ダドリーは、エリザベス一世のお気に入りとして、後世に名を残すことになりました。ジェーン・グレイは、この一連の騒動の間、ロンドン島で政務を行っていました。ジョン・ダドリーの出陣後、枢密院メンバーは、ロンドン島に幽閉状態となり、ジェーンの父、サフォーク公が、ジョンの代理として指揮を執るはずでした。しかし、メアリーの優勢が明らかとなった7月19日、枢密院メンバーは続々とロンドン島を脱出し、ペンブローク伯の居城、ベイナード城へ集まると、メアリーを女王と宣言。ジェーンは女王から囚人となり、翌日20日には夫、ギルフォードとも引き離されたとされます。8月12日、ジェーンとギルフォードは反逆罪で起訴されますが、裁判は11月まで開かれることはありませんでした。女王となったメアリーは、ジェーンとギルフォードを本気で処刑するつもりはなく、いずれ恩赦するつもりであったと考えられています。しかし、後にメアリーの結婚に反対するワイアットの乱に、ジェーンの父、サフォーク公が関与したことで、悲劇の最後を迎えることとなってしまうのです。国王エドワード6世の遺言であり、枢密院をはじめ有力者100人以上が承認した結果であったはずのジェーン・グレイの王位は、なぜたった9日で終わりを告げることになったのでしょうか。まず、枢密院側の準備不足と行動の遅れは大きな原因の一つと言えるでしょう。メアリー側が事前に情報を収集し、エドワードの崩御より前にケニングホールへ逃れていたのに比べ、ロバート・ダドリーのメアリー捕獲隊の出発はエドワードの死の翌日でした。この時点ですでに3日間の遅れが出ています。そして王の勅許状の公表とジェーンの女王宣言が出されたのはエドワードの死から4日も経った7月10日のことでした。メアリーの女王宣言はその前日の7月9日でしたが、彼女の場合は慎重にならざるを得ない事情がありました。もし間違ってエドワードの存命中に女王宣言を出してしまえば、反逆罪に問われる可能性があったのです。しかし、枢密院側にはそのような縛りはありません。
もっと早く勅許状を公表していれば、また違った結果になっていたかもしれません。そして、ジョンの出陣は、メアリーがケニングホールで女王宣言をし、援軍を要請してからさらに3日後。その間に、彼女のもとには予想を超える援軍が集まることになりました。もし、王位継承順位変更構想が発覚した時点で、メアリーの身柄を確保し、早々に勅許状の公表をしていれば、全く違う結末になっていたかもしれません。やはり、ジョン・ダドリーと枢密院がメアリーの覚悟を見誤ったことが最も大きな敗因であったと言えるでしょう。では、ジョン・ダドリーはなぜ全ての責任を負わされることになったのでしょうか。ジョンは父、エドマンドが政権のスケープゴートとして処刑されて以来、反逆者の息子として生きることを余儀なくされました。そして反逆者の汚名を晴らそうと、必死で王権に忠誠を誓ってきました。ジェーンの王位を守ろうとしたことも、彼にとっては忠誠を誓った少年王、エドワードの意思を守るためであったはずです。そして、それには枢密院の後ろ盾があるはずでした。実際に、大勢が勅許状に署名し、ジェーン女王に忠誠を誓ったはずだったのです。しかし、枢密院の貴族たちは、結局は自分可愛さに保身に走り、メアリーが優勢とわかるや、さっさとジョンを切り捨てました。そして彼らは、すべてジョン・ダドリーがやったこと、自分たちは脅されただけ、と、すべての責任をジョンになすりつけたのです。カール5世の大使、ルナールは、ジョンの裁判を傍聴し、彼が有罪ならば、枢密院全員が有罪である、と記録を残しました。敵対勢力であったはずのルナールから見ても、ジョンがスケープゴートにされたことは明白だったのです。そして彼が死の直前にカトリックへと改宗したことは、格好のプロパガンダになりました。後にプロパガンダの被害者となるメアリーですが、彼女自身もジョンをプロパガンダに利用したのです。9日間の女王事件は、一人の未来ある少女の命と反逆者の汚名を注ぐため、必死に働いた一人の男の名誉を奪った政変でした。最も切ないのは、エドワード6世、メアリー・チューダー、ジョン・ダドリー、そしてジェーン・グレイも、全員が自分の信念を貫こうとしただけだったという事実。エドワードは、父に倣い、自分が最適だと思う相手に、王権を託そうとしただけでした。メアリーは自身の正当性と母の名誉、そして信仰を守ろうと戦いました。ジョンは亡き少年王の遺言を守るため、そして自分の意思とは関係なく女王にされてしまった少女を守るため、必死に仕事をしただけでした。ジェーンは自ら王位を求めたわけではないものの、それが神の意志ならばと、与えられた役割を全うしようとしました。しかし、歴史は、彼らを勝者と敗者に分け、エドワードを病弱な操り人形に、メアリーを運よく勝っただけの残虐な女王に、ジョンを少年王を操り、王位簒奪を画策した悪人に、そして、ジェーンをただ運命に翻弄されただけの悲劇の少女としてしか、語られない存在へと変えてしまったのです。あなたはこの事件に本当に悪役がいたと思いますか？このチャンネルでは最新の研究や専門書に基づき、歴史の裏側に隠された真実に迫ります。動画が気に入ったらいいねやチャンネル登録していただけると嬉しいです。